どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日の動画は、毎シーズン恒例になっている企画なんですけれども、今年の春、僕が着ていきたいアイテム、僕が着ていきたい着こなしっていうのを、紹介していこうかなと思います。前回ね、冬の着こなし、こういうアイテムを着ていきたいっていう動画を上げたと思うんですけれども、それから数ヶ月経って、前回と比べて、また新たにね、こういうアイテムを着ていきたいっていうイメージが、自分の中で出てきたので、それを今回はシェアしていきたいと思います。ということで、本日も最後までよろしくお願いいたします。で、まず一つ目のアイテムは、テーラードジャケットになります。テーラードジャケットの中でも、着丈が短めな、コンパクトめなテーラードジャケットというものがすごく気になっています。テーラードジャケット自体は、僕も一応持ってはいるんですけれども、僕が持ってるものは、着丈70ぐらいある、結構フォーマルな形のものが多いんですけれども、それよりももっと短めな、スラックスに合わせるというよりかは、デニムだったりに合わせるテーラードジャケットを、今年の春は着ていきたいなと思っています。わかりやすいところで言うと、ディオールオーブだったりとか、バルマンとかね、あのあたりの細身なパンツに対しての合わせになるんですけれども、去年の秋の段階ぐらいからずっと探してて、買おうと思ってたんですけど、なかなか買うタイミングがなくて、もう半年ぐらい経っちゃってるんで、本当にこの春こそは、いいサイズ感のジャケットを見つけて、着たいなと思ってますね。ブランドで言うと本当にディオールオムで探すのが一番いいかなと思うんですけど、今なかなか出てこなくなってきてるので、近いところで、昔のラフシモンズだったりとか、プラダとかでもいいサイズ感のもの見つけられればありますし、古着とかでも本当にサイズ感が良ければ何でもいいのかなと思ってます。肩とか身幅は割とジャストめで、でも袖丈は長くて着丈は短めでみたいな、ずっと押してるサイズ感ではあるんですけど、それに当てはまるテーラードジャケット。形はダブルじゃなくてシングルのタイプのものっていうのが欲しいなと思ってます。ボタンもね、2つボタンのタイプ、3つボタンのタイプとかは多分合わせるのがサイズ感的に難しくなるので、2つボタンのジャケットを着たいなと思っています。で、その派生として、今やりたいノリで、ちょっと学生服っぽいノリをやってみたいなと思ってます。具体的なわかりやすい例で言うと、ラフシモンズの1997年のコレクションとか、日本の学生をイメージして作られたコレクションなんですけど、そのあたりの、ああいうスクールテイストのノリとか、あとは、バレンシアガの昔の2007年ぐらいだったかなの時にも、ちょっと学生服っぽいノリがあったりするんですけど、あのあたりの、テンション感、着こなしっていうのは、すごい、今やったら面白いんじゃないのかなと思ってます。今ずっとやってますけど、トム・ブラウンのノリとか、ああいう小綺麗な、ちょっと学校っぽいノリっていうのに注目してますね。最近はね、スキニーデニムを履くことっていうのがすごく多くて、割と僕の中でも、ドレス寄りっていうよりかは、ちょっとストリートに若干振ってる着こなしっていうのが多かったんですけれども、その中でスラックスだったりとか、テーラードジャケットとか、結構綺麗めなアイテムとの距離がちょっと生まれてたので、今のタイミングでそのテーラードジャケットだったりとか、スラックスとかをかっこよく着こなすんだったら、割とスクールテイストのノリが新しいのかなというふうには思ってます。で、シューズに関しては、普通な革靴とかを合わせるわけではなくて、あえてローテクなスニーカーを合わせる。ラフシモンズとかだと足元、コンバースとかで合わせてたんですけど、僕が最近買ったバンズのハーフキャブとか合わせてもかっこいいなと思いますし、グレーのスラックスとか、黒のスラックスとかに対して、ローテクなスニーカーを合わせて、さっきのね、テーラードジャケットとかを合わせて、で、インナーに関しては、スウェットだったりとか、シャツをちらっと覗かせてみたいな、ああいう合わせが、すごいかっこいいんじゃないのかなと思ってます。昔の日本の学生とかかな。結構インスピレーション源はいろいろあるのかなと思ってます。アイビーとはまた違ったノリだと思ってて、もっとアイビーよりもカチッとしてなくて、カジュアル寄りな合わせがいいのかなと思ってます。最近はね、結構気分的にクラシックな、綺麗めでいくっていう気分ではなくて、リアルクローズな方向性で考えていることが多くて、そういったものの中で、そのスラックスだったりとか綺麗なアイテムを着るってなったら、このスクールテイストなノリが、一番自分の今の気分には合ってるのかなと思っています。で、あとは、着たいアイテムとして、レディースもののアイテムを積極的に取り入れていきたいなと思っています。昔から僕はレディースの古着を取り入れるスタイルっていうのをやってきてたんですけど、最近よりそれが強くなってきていて、結構フリル系のアイテムとか、あとリボン系のアイテムとか、ほんとわかりやすく女の子っぽいアイテムを、いかに中性的な雰囲気にならずに、メンズっぽい雰囲気に持っていくかみたいなところに結構面白さを感じてて、美獣とか、ビーズとか、そういうキラキラとしたアイテムを、アウターで使うでもいいんですけど、インナーで使って、ちょっとチラ見せして、
なんかアクセントとして加えられるみたいな面白さがあるんじゃないのかなと思ってます。レディースもののね、アイテムは重ね着前提にはなるんで、コーディネートの難易度はぐっと上がるんですけど、最近はすごい着てて、なんか難易度が高い着こなしをするのがすごい楽しくて、あえて難しい方向性に持ってって、それをどうにか他のアイテムを使ってバランスを整えるみたいなのが僕は一貫して今、すぐハマってるムーブではあるので、蝶ネクタイを使った着こなしとかもそうだったんですけど、なんかそういった流れの中でレディースものの、その男が着たら難しそうなアイテムを、取り入れていって、それをかっこよく見せるっていう着こなしを、今年の春はしたいなと思っています。なんか最近おしゃれな人とか、海外の方でね、見てても、なんかこういうリボン系のアイテムとか、フリルがついたシャツを見ることがすごく多くなってきてて、なんかそういうのも相まって、なんかそれを、自分だったらどう取り入れたらかっこよくできるかなっていうのを考えるのに最近はすごいハマってるかなっていう感じですね。メンズのね、ブランドとかでも結構レディースのアイテムサンプリングで、着たりはするんで、昔の価値観だったら多分着てなかったようなものを、今の価値観で、着るのが、かっこいいんじゃないのかなと思ってます。続いて、僕が今年の春、着たいと思っているアイテムは、サルエルパンツです。サルエルパンツに関しては僕人生で一回も履いたことがなくて、単純にその新しい、もう自分がやったことない着こなしがもう確定でできるっていうので、今年の春、ついにちょっと手を出してみようかなと思っているアイテムにはなりますね。サルエルパンツに関しては、いろんなブランドで出てるんですけど、わかりやすいところで言うと、リック・オーエンスとか、あとガンリューとかかな。そのあたりがメジャーかなと思うんですけど、そういったブランドのね、サルエルパンツを買ってちょっと着こなしをいろいろ工夫してみたいなと思ってますね。ただね、サルエルパンツに関してはサイズ感が、履いたことないので、どうなるかわかんないんですけど、研究してみたいなと思ってますね。僕多分パンツの中で、ほんとサルエルパンツぐらいかな、履いたことないのは。スカートとかは一時期履いてたことがあるんで、本当にサルエルパンツだけ多分唯一履いたことがなくて、サルエルパンツを履けるようになったら、多分自分のファッションの可能性の幅がこうグッと広がるので、なんかそういうのもあって、サルエルパンツすごい履いてみたいなと思ってます。サルエルパンツって、ちょっと愉快な見た目になりがちというか、ちょっとギャルソン系って言ったらあれですけど、ああいうちょっと突飛なね、格好っぽいファッションに寄りがちなんですけど、海外の僕が保存してるおしゃれな方の着こなしとかで、サルエルパンツをこう、モードにかっこよく、リアルな感じで着ている方とか結構見てて、それを目指してかつその中で自分ならではの着こなしをしていきたいなっていう、なんか欲があって、サルエルパンツは今年の春、挑戦していきたいアイテムの一つですね。ガンリューかリック・オーエンスか、リックのパンツがいいのかななんか、何かしらを買ってちょっと履いていきたいと思ってます。僕の中で思うのは、サルエルパンツになんかブーツを合わせて、レザージャケットでみたいな合わせは、すごいなんか、かっこいいじゃないのかなと思ってますね。あとはそのパンツつながりなんですけど、折り返しのパンツ、裾を折り返して履くパンツにもちょっと注目してますね。前の動画でパンツを折り返してこうチェック柄が出てくる救いようのないぐらいダサいアイテムとして紹介したものなんですけど、なんかそれに手をつけてもいいのかなと思ってますね。チェック折り返しパンツとかね、やっぱ昔のブランドとかで見てると、D スクエアロとか出してたりして、2005年頃とかかな、2004年5年頃に出してたりするんですけど、なんかそういうのを見てると、今見てもちゃんとダサいんですけど、でもなんかこれが誕生したってことは多分、どっかでこうかっこよくなるタイミングがあるわけで、今僕の理解が追いついてないだけで、もうちょっとすればかっこよく見えるのかなっていうのもあって、ちょっと挑戦したいアイテムの一つではありますね。で、これに加えて、メンズではなかなかないんですけど、昔のブランドかな、レディースの昔のブランドでよく見てた、スキニーのデニムを折り返して履くタイプのパンツ。あれも面白いんじゃないのかなと思ってます。メンズでね、あれを履くってなったらなかなか難しいのかなとかも思ったりするんですけど、レディースの着こなしを見てると、ちょっとチェック折り返しパンツとかよりかは、まだリアルだし、バランス次第ではすごいかっこよく見えそうだなと思ってて、半端丈な、細めのパンツっていうのは、そういうのやっぱ難易度が高いんですけど、なんかそういう難しいパンツ、今年の春挑戦してみても、面白いのかななんて思ったりしてますね。やっぱね、昔の海外セレブとかの着こなし見てると、女性の、女の人とかはこのパンツ履いてることが多くて、なんかこれをどうにかメンズでもかっこよく履けたら
面白いんじゃないのかなと思ってます。あと、着たいなと思ってるアイテムは、チェックシャツですね。僕はね、チェックのアイテムがすごい好きで、今日もね、着てるぐらいなんですけれども、チェックシャツを着たいなと思ってます。でそのチェックシャツの中でも、タータンチェック、赤と黒のタータンチェックがすごいやっぱ気になってて、僕がね、ずっとここ数年推してますけど、この2010年代付近の着こなしで、代表的だった赤黒の、今で言うと多分ちょっとオタクっぽい、ああいうチェックシャツにやっぱすごい気になってて、なんかあれを、普通にレイヤードとかで入れるのはもう今あんま抵抗なくて、全然かっこよく着れるなとは思ってるんですけれども、足元に巻いたりして、ポイントとして使う着こなしっていうのにすごい注目してますね。昔のジャスティン・ビーバーとか、カニエ・ウェストとか、あとはファレルとかの着こなし見てると、なんかみんなスキニーに、ああいうチェックシャツを腰に巻いてるんですけど、なんかあれを今見て、なんか今だったらなんか、もしかしたらかっこよく見せられるかもっていうので、結構最近注目してて、日本だとね、まだやってる人全然いないというか、多分今後も現れないかなとは思うんですけど、でもなんか昔の、チューンとか、を見てたら、すごいそういう着こなしやってる人いますし、あとは今の海外のそのおしゃれな人とか見てると、もうチェックシャツを腰巻きしてる人とか、結構ちらほら見るようになってきてるので、なんかそのあたりの、レイヤードなのか、ポイントの付け方なのかは、なんか面白いなと思ってますね。そう、多分これからファッショントレンドって、前も話した通り、このアイラインの細い感じ、から、だんだんとこう、Y ラインっぽくなっていって、最終的にはオーバーサイズにまた戻っていくっていうのが、流れだと僕は予測してるんですけれども、その Y ラインに行く過程の中で、ああいう腰回りにポイントをつけて、こう、足の生え際隠してっていうレイヤードは、今後増えていくのかなと思ってます。ただ、これに関してはまだ急がなくていいというか、もっと多分先の話だとは思っているので、全然今取り掛からなくても、いいんですけど、ただ興味本位というかその興味が湧いてるので、それに対して、そういった合わせはしても面白いのかなと思ってます。シャツだけじゃなくても、なんかその、細身なパンツに対して腰回りにポイントをつける着こなしっていうのにすごい今なんか惹かれてて、シャツを巻いたりだとか、単純にスカートを巻いちゃったりとか、そうやってこの、足の生え際を隠して、上の上半身に使えるアイテムの選択肢を増やしていくっていうアプローチは面白いなと思ってます。赤黒のタータンチェックは、現行のブランドでは本当にそういうヤンキー系のブランドというか、最前線のモードのブランドでは出てないことが多いんですけど、昔のブランドですね、本当2010年代の、バレンシアガとか、ジバンシーとか D スクエアードとか、そのあたり見ていると多分出てくるとは思うので、オフホワイトとかも代表例だと思うんですけど、そのあたりのブランドが、いいかなっていう感じですね。やっぱね、あの時代のジャスティン・ビーバーの着こなしとか、カニエとか、ファレルとかの着こなしが今やっぱすごい気分で、なんて言うんだろうな、ああいう全体的にごちゃごちゃしてるというか、今見てもなんかまだダサいっていうか、なんか、って感じなんですけど、なんかごちゃごちゃ感が今すごいいいなと思ってて、なんかこれからはあんぐらいごちゃごちゃしていきたいなという気持ちでいますね。やっぱりね、ジャスティン・ビーバーの着こなし、特にこう2010年代の大人になってからのジャスティンの着こなしが、最近やっぱすごい気分で、今後大きくまた注目されそうだなと思ってます。ジャスティン・ビーバーのね、楽曲自体またリバイバルが起きてたりはするんで、そういう流れもあって、JB のね、ファッションがもっともっと注目されて、海外を中心に、またトレンドになってくるタイミングが、あと1年、2年ぐらいで、また起こるんじゃないのかなと僕は予想してます。はい。あとは、なんかでっかいサングラスとか、なんか前の動画でも確か話したと思うんですけど、あのあたりとかも、そろそろ取り入れてもいいのかなと思ってますね。いろんなブランドで出てるんで、結構いろんな人がもう、つけ始めてるなと感じてるんですけど、サングラスの中でもゴーグルみたいな、アーティストとかもうラッパーとかしかつけてないような本当でっかいサングラスっていうのを、つけてもいいのかなとは思ってますね。ただこう目元周りとか、顔周りに、ああいう特徴的なアイテムを使ってしまうと、全体的にコーディネートがこう強くなりすぎちゃう。バランスが取りづらかったりするので、僕はあんまこう手をつけてなかったんですけど、強いアイテムなりに、他のところでね、バランスを取ればいいかっていうので、なんかそういうアイウェア系は気になってますね。最近ね、こう着こなしで、目元周りになんかアイウェアとかメガネとかをすることっていうのがすごい少なくなってきちゃったんで、そろそろそのマンネリ解消としてね、でっかいサングラスは取り入れてもいいのかなとは思ってます。あとは、前の動画でも話してますけど、サコッシュですね。ほんとヤンキーしかつけてないようなサコッシュ
はもう、これはもう確実に、春、夏に向けて、つけていきたいアイテムの一つですね。ブランドで言ったらほんとグッチ、ルイ・ヴィトン、シュプリーム、バレンシアガとかもそのあたりのもう、ザ・ハイブランドのもうロゴドン、めちゃくちゃわかりやすい、成金みたいなアイテムを、言い方あれですけど、かっこよくつけるっていうよりかは、ちょっとなんか、外しとして使うみたいな。あえてこういうちょっとダサいアイテムを使ってるよ、的なニュアンスで、サコッシュを使って、いろんなバランスでかっこよく見せるっていう。言語化が難しいんですけど、なんかそういった目的でサコッシュはちょっとつけていきたいなと思ってます。最近はね、かっこよく見せるにも、なんかいろんなバリエーションがあるなと思ってきていて、なんか単純にこう、ブランドがね出すようなこうルックに近いような、誰が見てもわかりやすいようなかっこいいスタイルっていうのはもちろんいいんですけど、そうじゃなくて、なんかもっと複雑な、いろんな背景が入り組んでて、引き算と足し算がもうごちゃごちゃになってるような、複雑にこうかっこよく見せるっていう見せ方にすごくハマってて、なんか平たく言うと、なんかこの、ブランド物を使ってるんだけど、なんかその、安っぽく見せるというか、ファッションっぽく見せすぎずにもっとこうリアルっぽく見せる。なんかそれ別に、そのブランドじゃなくてもいいじゃん。バレンシアガじゃなくてもいいじゃん、そのフーディーみたいな感じで、あえてハイブランドのものをリアルに安っぽく見せるっていう表現が今すごい積極的にやってる方法ではあって、なんかデムナのバレンシアガとか結構それに近いんですけど、汚く見せるみたいなのがいいのかなと思ってます。そう、最近のね、僕の着こなしを見ていただくと結構わかりやすいかなと思うんですけど、なんかあえてそういう結構意図的に、ダサいじゃないですけど、ちょっとこう、ちゃんと服好きな人が見ないとわからないような感じというか、なんかもはやそれはもうほんと自己満なんですけど、でもなんかちゃんと多分、よーく見ればわかるみたいな。そういうのにすごくハマってて、別になんかその他の人にどう思われたいとかもう一切なくて、もう自分自身が狙って、その自分の中でこういうイメージがあってやってるだけなんで、他人にどう思われるかとかじゃないんですけど、高いものをあえて安っぽく見せるみたいなコンセプトでやるのにすごいハマってますね。なんか今のね、ファッショントレンドというかファッション的な流れとしても、逆にみたいなのが結構一個トレンドでもないですけど、こう見せ方の一つになってきてるなと思ってて、やっぱりこうデムナ・バザリアがバレンシアガでやってた手法が一番最たる例なんですけど、デムナが今グッチでやってる表現っていうのも、それに近い表現だと思ってますし、なんかそれ派生でそういうあえてちょっとダサいことをやっちゃうみたいなブランドって結構増えてきたと思ってるんで、なんかその流れの一環で使えるアイテムとして、サコッシュだったりとか、ハイブランドの、ロゴドンのアイテムとかも僕の中ではそうなんですけど、そういうのを駆使して、全体的にごちゃごちゃさせて、でもなんかこう、ちゃんとファッションとしては成立しててよく見たら、ちゃんとかっこいいみたいなのは今、ずっとやってるノリではあるかなと思ってます。なので今年の春に関しては、そのサコッシュですね。ダサく見せれる代表例のアイテムサコッシュを使って、あえてダサく見せるみたいな感じで、やるのがいいのかなと思ってます。はい。あとは、なんかミリタリー系のアイテムがすごいちょっと気になってきてて、最近ね、インスタだったりとか TikTok とか見てても、結構ミリタリー系のアイテムを着てる、海外の方、多く見るんですけど、鴨柄だったりとかは今年の冬頃からかな、こうじわじわと増え始めてて、結構見てるんですけど、僕が気になってるのは、その鴨柄の中でも、スノーカモ。白っぽい鴨柄ですね。あれはすごい気になってますね。なんか特定のブランドが出しててとか、なんか昔のブランドがやっててとかではないんですけど、見てる頻度が少ないというか、スノーカモは目にする機会が少ないので、ちょっとある種逆張り的な感じなのかもしれないですけど、なんかこう日の目を浴びてる期間が少ない分可能性はあるのかなっていうので、スノーカモのパンツはちょっと注目してますね。スノーカモのパンツなのか、ジャケットなのかわかんないですけど、なんかスノーカモ系のアイテムはちょっと気になってます。なんか取り入れてみたらすごい面白そうだなっていう感じですね。スノーカモのパンツに関してはね、ちょっと前にバレンシアガが、出してたりはしてたのかな、出てないのか。出してたりとかはしてたんですけど、あのあたりとかはいいかなと思ってます。でもなんか鴨柄のアイテムは流行りそうというか、着る人が春に向けてちょっと増えてきそうな流れはありますね。ミリタリー系のね、アイテムは、流行りしたり関係ないんですけど、結構トレンドとかが移り変わる中で混ぜやすいアイテムだったりはするんで、なんか春から夏にかけて、他のミリタリー系のアイテムも上がってくるものがありそうだなっていう目で見てますね。あとは、個人的に着たいアイテムで言うと、ピンク系のアイテムがすごい個人的に気になってて、ピンクのニットだったりとか、ピンクの T シャツとか、ピンクのシャツとかでもいいんですけど、
なんかこう、暗くなりがちなアイテムに対してこう、ピンクを差し色として入れるみたいなのが、なんかすごい気分で、僕はピンクのニット持ってるんですけど、最近そのニットをこう、インナーとして差し込んだりするのにすごくハマってて、なんかそれがすごい個人的にハマってるというか、なんか、いいなと思ってるので、なんかそういった流れでピンク系のアイテムをちょっと集めていきたいななんて思ったりはしてますね。ピンクってなんか、合わせる難易度が高いというか、ちょっと難しいイメージあるかなと思うんですけど、意外といろんな色に合わせやすくて、グレーとの相性がめちゃくちゃ良くて、僕が持ってるアイテムが結構グレーカラーのものが多いんで、なんかそういうのもあって、なんかそのグレーベースだったりとか、こうちょっと暗めなね、色が沈みがちなところに、明るめなピンクとか入れたりすると、コーディネートの完成度だったりとか、ちょっと面白みがすごくグッと上がるので、そういった流れでピンク系のアイテム取り入れていきたいなと思ってます。さっきね話した、スクールテイストのノリとか、例えばグレーベースのスラックスに白黒の、スニーカーで、ピンクのスウェットになんか白シャツ合わせて、上からジャケット羽織ってみたいな合わせとかなんかすごいかっこいいなと思いますし、なんかこなれ感というか、ちょっとこう面白さみたいなのを出せるアイテム、色味として、ピンク系のアイテムはすごい気になってますね。僕の顔のタイプ的に多分パキッとした、なんかビビッドな毒々しいピンクよりかは、ちょっと優しめな、そういう色味のピンクを取り入れていきたいなと思っております。あと気になってるアイテムで言うと、スカーフとかも気になってますね。スカーフに関しては、昔のデュオロームだったりとか、ナンバーナインで出てたような、こういう細長い、首に巻くようなタイプのものもそうなんですけども、ジバンシーだったりとか、バルマンとかで出てたような、こういった三角形の、こういう首に巻くタイプのスカーフが、今年の春、身につけたいアイテムかなっていう感じです。スカーフに関しては、昔の着こなしとか、いろんな着こなしを見てもわかるんですけど、なんか、スタイリングにおいて、ポイントをつけるアイテムとしてすごい優秀で、なんかコーディネートに一癖加えたい時だったりとか、なんかコーデがいまいち締まらない時っていうのに、一個つけたりすると、説得力が出たりとか、まとまりが出るアイテムではあるので、そこを積極的に取り入れていきたいなと思っています。やっぱりね、ブランドで言うと、ジバンシーを筆頭に、やっぱラフシモンズとかもスカーフ使ってることありますし、そのあたりのブランドをやっぱ継続して見てほしいなと思ってますね。最近はね、ジバンシー、ラフシモンズもそうですけど、2015年以降のブランドっていうのを結構やっぱ見てることが多くて、あとは、アリックスとか、JW アンダーソンとか、初期の Y プロジェクトとか、あとは生チェコとかステファンクックとか、そのあたりのブランドを結構意識的に割と今見てて、今挙げたブランドとかは結構将来的に値段が上がっていきそうだなとも思ってて、オフホワイトについて触れたと思うんですけど、そのブランド多分その時代横並びだったと思うんで、そこの年代のアイテムのルックとかを最近は見漁って、今の着こなしっぽくないというか、その新しいなっていう見方で、このブランドたちを見てることが多いかなと思いますね。特にステファン・クックとか JW アンダーソンとかは、すごい新しいことをしてたイメージがやっぱ強いので、この2ブランドは今個人的にすごい好きというか、気分だなと思ってますね。あとは、今年の冬にも話してましたけど、グラフィックのアイテム、やっぱすごい気になってて、中でも春と言ったらグラフィックの T シャツなのかなと思ってます。グラフィックの T シャツに関しては、僕は大きく2種類あると思ってて、一つは古着の派生の T シャツ、デュオロームだったりとか、昔のナンバーナインとか、基本的に80年代のヴィンテージ T をサンプリングしたようなちょっと薄めのグラフィック T シャツっていうのと、あとは2010年代、2015年代以降のジバンシーだったりとか、フットバイエアとかね、ああいうストリートウェアのグラフィック T シャツ、その2種類だと思ってて、今のタイミングでは、どちらも取り入れても新しいなと思ってて、その2種類の T シャツを軸に、グラフィックの T シャツを取り入れていきたいなと思ってます。古着派生の、古着っぽいグラフィックの T シャツであれば、去年の夏に話した多重レイヤード、音数が薄いからこそ、薄めの T シャツの下に、また薄めのロング T シャツを入れたりだとか、その上に薄めのカーディガンを着たりだとかっていう、一個のアイテムでたくさんのレイヤードをするっていう多重レイヤードの着方がいいなと思いますし、新しめの、そういうストリート寄りのグラフィック T シャツに関しては、チェックシャツとかスカートだったりっていったような、T シャツよりも下の部分でレイヤードするっていう着こなしがやっぱいいのかなと思ってます。その2種類の T シャツに関しては、どちらも共通してレイヤードを楽しめるというところで、そのグラフィック系のアイテムは、今年の春挑戦していきたいアイテムの一つではありますね。去年はね、古着の音数薄めな T シャツを結構集めたので、今年はそれも集めつつ、同時進行で
時代が新しめなね、ノリがちょっとこう、つるっとしたストリートテイストなグラフィックの T シャツも集めていきたいなと思っております。はい。で、最後なんですけれども、やりたいスタイルとしてあるのは、スキニーのデニムのスタイルにテックを混ぜたスタイルっていうのに注目してます。最近はね、スキニーデニムを使って、割とカジュアルなね、ちょっとラッパーっぽい、リアルクローズ寄りな、ごちゃごちゃとした合わせにすごいハマってるんですけれども、その中で、テック系のアイテムを使った着こなしっていうのに可能性を感じてます。なんだろう、こう、ラッパーの中でも、そういう、フリースだったりとか、ナイキのテックフリースとかね、バレンシアガの、ナイロンのジャケットだったりとかで、そのノリをやってる人は、割といて、ドリップとか、ちょっと UK っぽいノリには近いかなと思うんですけど、なんかそれとはまたちょっと絶妙に違ったような、なんかこう、都会的なんだけど、ちょっとこう、カジュアルなノリもあるみたいな、そういう合わせをしてみたくて、最近ね、こう、テックっぽい合わせとか、テック系のブランドって結構下火というか、着てる人だったりとか、すごい減ったじゃないですか。そういうのも相まって、なんかテック系を今また新たに取り入れたりとか、時代がね、変わろうとしてる中にこう、うまく混ぜ込んでいくっていうのは、選択肢として持っておくのは面白いんじゃないのかなと思っています。僕がずっと前から思ってたのは、ああいうテックとかのノリって、バギーだったりとか、こう太めなノリよりも細めなノリの方がこうスタイリッシュでかっこいいというか、もっとこう都会的で洗練されたイメージがあるなと思ってたんで、今までのストリートテックみたいなノリよりかはもっとモード寄りに合わせられるのかなと思ってて、そういった可能性を感じて、スキニーデニム×テックウェアっていう着こなしを、今年の春はやっていきたいなと思っております。はい。という感じで、以前紹介させていただいたのが、僕の、この春やっていきたい着こなし、着ていきたいアイテムっていう感じなんですけど、全体的に言えることとしては、なんか難易度の高い着こなしをしたいっていう気持ちが多分ずっと一貫してあって、ここ数ヶ月ですけど、結構なんかごちゃごちゃした着こなしがやっぱすごい気分で、前までだったらね、こうシンプルなアイテムを組み合わせて、レイヤードでこう、表情を作っていくっていう着こなしが多かったんですけど、最近はその、一つ一つのアイテムの主張が強くて、それをこうどう打ち消し合って、どうバランスを取っていくかっていうところに、すごい面白みを感じているので、今年も継続で、夏、春夏にかけて、そういう流れをちょっと続けていきたいなと思っております。皆さんの、なんか注目しているアイテム、今年の春着たいアイテムだったりとか、今年の春やっていきたい着こなしなどあれば、ぜひですね、コメントの方で教えていただけたらすごく嬉しいです。ということで、本日の動画が良いと思った方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。